はい。K はお茶じゃなくてお水だったよね。ありがとう。覚えていてくれたんだ。まあね。やっぱパないわ、K のカリスマオーラ。確かに。そうかな。ああ、もう座ってるだけでキラッキラの五光が輝いてるっての。アイドルやめたのにこれだもんな。トーマも変わってないね。まあ、うん。こうしてると昔を思い出すな。だったらさ。聞かせてよ。なんで僕たちを捨てたのか。捨てた？だってそうでしょ。アイドルとしてやっとこれからって時にいきなり辞めるとか。要するに僕たちとじゃ上にはいけない。そう思って見切りをつけたんでしょ。K、正直に話してくれ。俺たちに嫌気がさしてビスティを辞めたんじゃないのか。感じてたはずだ。あの頃俺たちは K の才能に頼りきりだった。ビスティの輝きは K の輝き。どこかでそれを分かっていながら俺たちは認めようとしなかった。自分たちも同じように輝いていると勘違いして、それが当たり前だと思っていた。そんな。今だからわかるんだ。K は天才だから。僕たちとはレベルが違うから。そう言い訳して、僕らは自身で輝く努力を怠っていた。ほんと、恥ずかしいよ。そりゃお荷物にもなるっしょって話でさ。遠慮しなくていい。はっきり言ってくれ。そんなこと一度も思ったことない。違うの？うん。いや、でも。じゃあ、どうして？ちゃんと説明してよ。それは。俺のせいなんだ。え？ケイちゃんがビスティをやめたのは俺のせいなんだ。ロクタ、それはロクタのせいじゃ。K、事実は事実だ。俺たちも責任逃れはしたくない。でも銀星会はアルタートリガー社とつながっている。ビスティを材料に非合法な実験をしようと画策している。先日そう言ったのは覚えているな。またその陰謀論？根拠のない話ではない。証拠があると言っただろう。でもあの時何も言わなかったじゃん。ああ、誰にでも話せることではないからな。ロクタと俺の存在そのものに深く関わる忌まわしい過去。過去？樹兄と俺はアルタートリガーの実験施設で育てられたんだ。実験体5番と6番。それが俺たちに与えられた名前。俺たちはメタル研究の実験体だった。何それ？実験体って。ファントメタルの研究が禁じられてからもアルタートリガー社が裏でそれを続けていたことは知っているだろう。ああ。確かニュースになってたよな。それがバレて解体されたって。だがその中で公表されていない事実もある。奴らは世間から完全に隔離された秘密施設で人体実験を行っていた。
被験者は身寄りのない子供たち、特に音楽に才能を持った者たちが集められた。子供たちは戸籍も名前も消され、番号で呼ばれた。そんなひどい。ファントメタルは持ち主のトラウマに直接アプローチする。実験はその限界を測るものだった。薬剤の投与、電気ショック、ありとあらゆる方法で子供たちは繰り返し悪夢を見せられた。肉体的にも精神的にもギリギリまで追い詰められる日々。泣こうがわめこうが一切慈悲は与えられない。そのうち一人二人と仲間が消えていった。実験で壊されたんだ。残ったのは俺とロクタ、わずか数名だった。アルタートリガー社の不正が発覚、解体されたことで俺たちはようやく自由を手に入れた。このことは元実験体のプライバシーと人権保護のため公表されなかったと聞いているが、実際は何らかの圧力によってもみ消されたと見るのが正解だろう。アルタートリガー社が秘匿していた俺たちの実験データもどこかに消えたままだ。施設から解放された俺たちは幸いにもある偶然によって K と巡り合うことができた。ストリートピアノを弾いてた俺をケイちゃんが見つけてくれたんだ。そんなことが。うん。ロクタを見つけて僕らは一緒に暮らすようになった。二人の口から何があったのかを聞いたとき、もう音楽は、幻影ライブはできないと思った。じゃあ急に辞めるって言ったのは。みんなのせいじゃない。僕のわがままだ。でもだったらさ、なんで言ってくれなかったの？本当のことを言ってくれてれば。できないよ。これからだって時に、幻影ライブでステラを笑顔にしたい。一途に夢を追いかけてるみんなには言えなかった。言えば、きっと今までのビスティじゃいられなくなる。そんなのはダメだ。ステラには、何の曇りもなく、キラキラ輝くビスティを見てほしい。それは今も変わってないよ。僕がいれば、ビスティの輝きを偽物にしてしまうと思った。だから。でも、それは間違いだった。今気づいたよ。K。本当にごめん。ごめんなさい。今さらそんなの意味ないじゃん。カンタロウ。だってそうでしょ。ビスティをやめた理由は分かったよ。だけどK、僕らに言ったじゃん。もう幻影ライブはしないって。なのに、脱退するなり、弟たちを仲間にしてインメイトを作った。その上、僕らがやっとの思いでエントリーできたパラドックスライブに参戦して、今度は敵になった。なんで？どうして？それこそ裏切りじゃん。そうだね。僕は一番ひどいやり方で
みんなを裏切った。でも、幻影ライブを終わりにするには、そうするしかなかったんだ。どういうこと？それ、俺も聞きたい。話してくれるか？もう二度と幻影ライブはしない。ビスティを辞めた時の言葉は嘘じゃない。このまま、イツキとロクタと静かに暮らせれば、あの時は、それ以外の望みなんてなかった。だけど、ある日、思ったんだ。このままでいいのかって。もう二度と、イツキとロクタのような子供たちを産んではいけない。それだけは許せない。どんなことをしてでも、阻止しなければと思った。そんな時、クラブパラドックスで再び、パラドックスライブが開かれることを知ったんだ。僕にできることを考えた。そして、僕がやらなければ、このままじゃ。ケイちゃん。まだ起きてたの？ロクタ。ごめん。いつき兄の看病してたのに、俺まで寝ちゃってた。ケイちゃん、毛布かけてくれた？うん。よく寝てたから。そっか。ありがといつきの具合はどう。もう大丈夫だと思う。明日になったら元気になるはず。いつきは、こんな感じでよく熱を出すの？うん。超記憶能力のせいで、時々脳がオーバーヒートしちゃうんだって。知恵熱みたいなものだから、心配いらないって言ってるけど。そう。それも実験の副作用なんだね。あれ？ケイちゃんがネット見てるなんて珍しいね。何見てるの？パラドックスライブ、ロードトゥレジェンド。これって、幻影ライブの大会だよね。うん。申し込みのフォーム。ケイちゃん、出るの？うん。一人で？うん。どうして？え？もうメタルは使わないんじゃなかったの？幻影ライブはしないって。そのためにアイドルもやめたんだって。なのにどうして？それは。その話、俺も興味がある。いつき。いつきに、いいの？寝てなくて。ああ、もう熱はない。水を取りに来たんだが。今の話、続きを聞かせてくれないか？わかった。なるほど。そういうことか。うん。ただ声高にファントメタルの危険を唱えても、きっと誰も耳を貸してはくれない。実際にメタルを使っていない人間が、何を言おうと彼らの心には響かない。ライブ後のトラップ反応。アーティストは皆、リスクを承知の上、
幻影ライブに身を捧げている。自分の夢を、理想を音楽で表現するために。僕だって、そうだった。ケイちゃんは？幻影ライブを終わらせて、悲劇の連鎖を断つ。そのためには、自分自身が使う人にならなきゃダメなんだ。人を魅了する悪魔の力、メタルを使う優越を知っていながら、なおかつ、それを捨てる覚悟を歌わなければ、誰の心も動かせない。だから、一人で戦おうとしたの？え？ダメだよ、そんなの。ロクタ。ケイちゃんは、たった一人で、俺たちのことまで全部背負って戦うの？大丈夫。楽曲なら作れる。そうじゃなくて！だったら、俺たちも一緒に出る！だよね、樹兄。ああ、それについて異論はない。負担が大きすぎる。どういうこと？一人はダメってことだよ、ケイちゃん。施設でもそうだった。一人でいる子は戦えない。ダメになって消えちゃうんだ。俺は樹兄がいたから頑張れた。ダメにならずに済んだ。それは俺も同じだ。ロクタが樹という名前をくれた。そのおかげで俺は膨大な記憶の海の中で己を見失わずにいられた。樹という人格を保っていられたんだ。だからね、ケイちゃん。俺たちも戦うってこと。でもそれは、すでに副作用がある俺たちが再びメタルを使えば何があるかわからない。それを心配しているのだろうが、いらぬ心配だ。そのくらいで壊れるくらいなら、もうとっくに壊れている。そうだよ。俺、力持ちだし。K、あんたを一人で戦わせたら、それこそ寝覚めが悪い。それにさ、ケイちゃんは音楽やめちゃダメだよ。ケイちゃんの音楽は人を幸せにするんだ。だってそうでしょ？ケイちゃんが教えてくれた音楽が俺たちをケイちゃんにつなげてくれた。それってすごい奇跡だと思わない？メタルを使うことは本当のこと言うとちょっと怖い。だけどケイちゃんが戦うなら俺も戦う。絶対一人になんかしない。ロクタ。幻影ライブは今や世界を席巻する新たな音楽のムーブメントだ。生半可なことでこの流れは止められない。大きな舞台で誰かが声を上げる必要がある。力を持たぬ俺たちの武器は K、 あんたの生み出す音楽だけだ。僕たちの音。やろう、ケイちゃん。そうだね。僕たちの音で世界を変えよう。矛盾しているかもしれない。間違っているかもしれない。それでも進むと決めたんだ。夢を、理想を叶えるために。これは僕の決断。
悪いのは僕だ。そうか。そんなことが。辛い思いをしたんだね、ケイ。俺たち何も知らなくて。怒ってないの？怒ってる。っていうか、怒ってた。だけど、もういいよ。ずっと怒ってるのって疲れるし。はあ、なあ、ケイ。最後に一つだけ聞いていいか？何？ケイにとって、ビスティは何だった？俺たちといた時間は。楽しかったよ。すごく。本当はアイドルになったのはロクタを、行方不明になった弟を探すためだった。有名になればどこかで僕を見つけてくれるかもしれない、そう思ったんだ。僕は純粋にアイドルを目指すみんなとは違う。だからどこかで線を引かなければいけないと思った。みんなと同じように楽しんではいけない、喜んではいけない、仲良くなってはいけない。僕は本当の仲間ではないのだからと。そんなこと。うん。だけどダメだった。みんなとステージに上がった瞬間、そんな思いはどこかへ吹き飛んでしまうんだ。響き合うバイブス、ステラの歓声、笑顔が嬉しくて、世界が輝いて見えた。僕はずっとビスティの音とみんなの優しさに力をもらってたんだ。僕にもう一度音楽を楽しむことを教えてくれた。キラキラ輝く4つの星、とても綺麗で眩しかった。いやいやいや、眩しかったのは K でしょ。俺たちはそのおこぼれに預かってたっていうか。そうだよ。ケイがいてくれなかったらビスティはあそこまで行けなかった。ううん、それは違うよ。自分じゃない誰かを幸せにするために一途に懸命に努力できる、それこそが世界で一番綺麗な輝きなんだ。ケイ。ビスティでいた時間は僕の宝物。一人では分からなかったこと、見えなかったものをみんなが教えてくれた。あの時は言えなかったけど、翔吾、トーマ、葵、カンタロウ、僕と一緒にいてくれてありがとう。よく言うよ。僕たちが眩しかったなんて。K は自覚なさすぎ。自分こそバキバキにカリスマオーラ出してたくせに。だよな。でも素直に嬉しい。ああ。いいところで水を差すようだが、そろそろ本題に戻ってもいいだろうか。本体？先日の銀星会のことだ。そもそも俺たちはそれを話しに来たんだ。あああ、そのこと。あ、ごめんなさい。先に話そうと思ってたんですけど。あの件なら
断った。そうなの？悪い。なんつうか、雰囲気的に言いそびれたみたいな。カンタロウが熱くなるから。僕のせい？みんなだってちょっとムカついてたじゃん。どういうことだ？確かに、銀星会のオファーは俺たちにとって魅力的だった。けど、気に入らなかったんだ。は？あの人に言われたんだよ。銀星会の援助を受けて、裏切った相手を見返してやらないかって。バカにしてるよな。俺たち K に復讐するためにビスティやってるんじゃねえっての。僕たちは目指す自分でいるために、ステラを幸せにするためにアイドルやってるんだ。ひどい侮辱だよ。売れるために誰かをへこますとか。ダサすぎでしょ。じゃあ、全て俺たちの取り越し苦労だったということか。悪かったな。心配させて。よかったー。ごめんねドクター。あの時はきついこと言っちゃった。言ってくれてよかった。でなきゃ俺、みんなの気持ち気づかないままだったかもだし。今の音何？ごめん。俺のお腹。ドクター、お腹空いたの？そうかも。さ、考えたんだけど、せっかくだしみんなでご飯食べない？いいのか？俺らは全然オッケー。じゃあそれで決まり。ならピザにしようよ。人数いるからいろいろ食べられるし。いいね。今アプリ出すよ。クーポン使えるかな？こっちメニューもあるぞ。ほれ、僕シーフード。俺ちゃんパイナップル入ってるやつ。ほう。1枚で4種類の味を楽しめるものもあるのか。合理的だな。K、ちょっといいか？サイドもいろいろ取ろうよ。K、改めて言わせてくれ。本当のことを教えてくれてありがとう。僕こそ、みんなと話せてよかった。K の言葉、嬉しかった。けど、もう背中は追わない。これからは、対等なライバルだ。次のバトルも全力を尽くす。負けられないんだ。ビスティとステラの未来のために。僕も負けない。イツキとロクタと僕、3人でたどり着きたい未来があるから。勝負だ。うん。